Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Add it up, plus sign, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just don't wanna settle under these lucid dreams. I'm not just a visionary, it's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. Just being honest, what's the big difference? Yeah. And I've been feeling my own inertia. Just being honest. こんにちは、トラベルライターのオーディオです。今日は今韓国ソウルに到着したところです。今回の動画はソウルの Vlog なんですけれど、滞在が24時間しかないので、24時間でどれぐらい楽しめるかっていうのをビデオで、撮っていけたらなと思っています。実は明日の昼過ぎ、夕方か、明日の夕方の便でこのままアメリカに戻るので、荷物も23キロが2つと、あとキャリーバッグが1個なので、めちゃくちゃ大荷物で、韓国に到着しました。今日早速クリニックの予約とかもあるので、また、その様子とかもビデオで回せたらなと思っています。はい、それでは行ってきます。ホテルに着いたのでちょっと着替えました。暑すぎて。で今からクリニック行く前にランチを食べに行きたいと思います。너도 좀
watching you go. I wanted to stop, though I already know it's the end of for you. はい、ホテルに戻ってきました。今回なんですけど、肌管理はいつも行ってるクリニックじゃなくて今回初めて行ったクリニックなんですけれど、オルペチェクリニックというところに行きました。で、今回なぜ新しいところに行ったかというと、日曜日にやってるクリニックが全然なくて、大手の日本語の通訳の人がいるようなとこは全然軒並み閉まってるので、今回、もう弾丸で24時間しか滞在がなかったので初めてだったんですけど、そこに行ってきました。で、今回はリジュランの、ここの目から下と、あとは、ジューンフェイスっていう引き締めっていうかリフトアップ系の施術をやってるクリニックがまだ韓国だと私が調べた中ではそんなになくて、そこがその一つだったのが、決め手で、今回そこに予約を取りました。で、そのチューニフトはなんかここ本当はフェイスラインだけやりたかったんですけど、ここにあんまり脂肪がないからチューンフェイスって言ってこの顔全体を引き上げてここのフェイスラインを整えるっていう方がなんか私の場合はちょっと頬がこけてたりとかしてたので、なんかそっちの方が良かったということで、そっちにしました。で、今回やったのはチューンフェイスと、リジュランの目から下、あとはスキンボトックスを目の周りでやりました。で、いつも今まで、リズネもリジュランも前回やったのは全部ブロック注射、ブロック麻酔込みのやつだったんですけど、今回ブロック麻酔プラスで5500円ぐらいかかるって言われて、大丈夫かなと思ってやったらめちゃくちゃ痛くて、初めて涙が出ました。ちょっと出るとか全然あったんですけど、今まで本当にちょっとストップみたいなっていうレベルの痛みでした。で、やっぱりブロック麻酔やっててちゃんと意味があったんだなということを今回実感しました。でもブロック麻酔をしちゃうとその後口とかがすごいずっとしびれてて、ご飯食べれなかったりとか、なんかちょこちょここう不都合なことがあるので、
まあなんか短時間だけ我慢するっていう意味で言うとなしでももしかしたらいいのかなと思ったり、でももう痛いからやっぱり注射した方がいいかなとか、ちょっと今次回に向けて考えてるとこです。結構ね、だから力んじゃったから多分結構あざになるんじゃないかなと思って、それが少し心配です。今日はもうちょっと夜ご飯も食べて帰ってきたので、シャワー浴びてアメリカに持っていく荷物もあるので、ちょっとそれの仕分けだったりとかをして早く寝たいと思います。で明日は朝から早めに、活動をしようかなと思っています。というわけで、はい、一日やっと終わりました。それではおやすみなさい。おはようございます。今日は韓国2日目最終日です。ダウンタイムはちょっと赤みがあるかなっていうくらいなんですけど、とりあえずメイクしたらなんとか、ぼちぼち隠れたかなっていう感じになってます。今日は、2時までレートチェックアウトができるということだったので、荷物を置いて、とりあえず今から朝ごはんを食べに行くのと、その後クリニックに行ってランチまでしてから部屋に戻ってこようかなと思ってます。昨日測ったらもう23キロほぼフルだったので、今日はお買い物はできないので、基本的には食べ物だったりとか、あとクリニックの Vlog になると思います。はい、というわけで行ってきます。
一時帰国の最後を韓国にして24時間だけ滞在して、今からカリフォルニアに戻りたいと思います。今回は初めてエアプレミアという LCC で、予約をしたので、中がどんな感じだったのかとか、あと機内サービスがどんな感じだったのかっていうのをレポートできたらなと思っています。はい、それでは行きます。セキュリティを抜けてゲートの近くで待ってるところなんですけれど、今回はエアプレミア初めて見るんですけど、どうだろう、荷物のチェックは結構厳しく言われてる人もいたので、重量のチェックですね、結構言われてる人いたかな。私は、全部測って事前に測ってたので全然早かったんですけど、結構ねそれって時間かかってる人が多かったです。はい、というわけで、サンフランシスコに戻るフライトに、搭乗したいと思います。
24時間滞在ということで、最終日は結構クリニックの待ち時間がかかってしまったので、あんまり回れなかったんですけれど、割と今回やりたかったことはほとんどクリアできたかなという感じです。はい、というわけで韓国の Vlog 最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバイ。